Engine for the Life。 車で行こうです。今回紹介するのはマツダのラインナップに新たに加わった3列シート SUV CX-80 です。 CX-60 から始まったマツダの新世代ラージ商品群の第2弾として、乗る人すべての快適性を追求したという CX-80、 その実力を詳しく見ていきます。ファミリーカーとしての機能性を充実させた CX-80 ですが、エンジン縦置きの FR レイアウト、直列6気筒エンジンなど、走りの面にもマツダのこだわりが反映されています。 CX-60 からの進化にも注目です。はい、ではポイントを見ていきましょう。マツダの国内市場において CX-80 はフラッグシップとなる SUV です。先に登場した CX-60 からホイールベースを250ミリ伸ばして3列シート化。エクステリアは空間の豊かさを表現しつつ優雅なイメージとしています。2列目シートにはグレードによって3人掛けベンチシート、ウォークスルータイプキャプテンシート、セパレートタイプキャプテンシートの3種類が設定されます。3列目シートは身長170センチ相当の乗員でも余裕を持って快適に座れる設計としています。パワートレーンは 3.3 リッター直列6気筒ディーゼルターボと、それに小型のモーターを組み合わせたマイルドハイブリッド、 2.5 リッター直列4気筒エンジンにモーターを組み合わせた PHEV の3種類、いずれもトルコンレスの8速 AT となります。CX-80 はエンジン縦置き FR レイアウトプラットフォームのポテンシャルを最大限に活用。日常走行での快適な乗り心地とドライバーの意思に忠実な走りを両立させています。マツダ CX-80 の価格帯はご覧の通りとなっています。従来の CX-8 は横置きエンジン、FF ベースだったので、それとどう違うのか気になりますね。そうですね、はい、ということでこの後はいよいよ試乗です。直列6気筒ディーゼルのマイルドハイブリッドを搭載した4輪駆動モデルクロス D ハイブリッドプレミアムスポーツに試乗します。質の高い移動体験を追求したマツダ CX-80、 岡崎五郎がその実力を検証します。Engine for the Life。 さあ今日はマツダから新たに登場した CX-80 に試乗しています。どうでしょう、この走っている姿ご覧になって、いや僕はこの車の形すごくいいな、魅力的だなと思うんですね。この伸びやかな、そしてエレガントなフォルムって単に3列シートを作るために無理やり伸ばしたよって終わっていないのが、いやーなんかさすがマツダデザインだなと感じるんですね。この辺りおそらく5ミリ単位のせめぎ合いの中で慎重に決めていったんでしょう。そういった効果は外から見た時の美しさ、そしてサードシートに座った時の開放感の高さとしてはっきりと体感できます。この直列6気筒のディーゼル、本当に素性の高さ素晴らしいですよね。直列6気筒というのは回転バランスがめちゃくちゃいいレイアウトなので、やはり回していった時のちょっと有機的な鼓動みたいなものが入り混じって何とも言えない上質な回転フィールっていうのは、やはりこの直列6気筒でないとなかなか出せない、 V6 でも出せない直6エンジンならではのメリットですね。それがこのエンジンには確実にあります。
はい、今路面のジョイント部分を連続的に通過しているんですが、 CX60 の時に感じた、結構容赦のない突き上げっていうんですかね、そこは結構これマイルドになってますね。横揺れの少なさっていう点も加わって、高速道路を流してる時の快適性、安心感は、いやーもうね、これちょっとすごいなと思う、思わずそういう言葉が出てしまうレベルにあります。さあ、ワインディングに入ってきました。この車3列シートなので、当然3列目に人を乗せることがありますと。そう考えると、やっぱり車の動きっていうものにあまりクイック感を与えすぎちゃうと、3列目乗ってる人が結構きついことになると思うんですね。はい、今コーナー回ってますけれども、とてもよくできてます。具体的に言うと、例えばステアリングを切った時の車の動きが、リアを軸にこういう動きが、割と支配的なんですね。なので一番後ろに座ってる人があんまり左右に振られるような動きになりづらいです。そういう意味で、この CX80 はそこら辺の味付けもちゃんと配慮されていますよね。CX60 の時に乗り心地が硬いねっていうことを僕コメントしたと思います。で、全く硬さがなくなったのかというと、そんなこともなくて、ただかなり荒れてる路面に行かなければ突き上げの硬さというのを感じなくなってるんで、相当これ硬いなと思わされるケースというのは減ってますね。下り勾配入ってきたんですけど、このハンドリングの確かさってすごくいいですね。何より安心して乗っていられますし、車がドライバーの予想外の動きをしないので、とてもリラックスして乗っていられます。これはね、うまい味付けですね。この CX80 は3列シートの SUV というジャンルに属している車なんですけれども、それが機能だけにとどまっていない、車全体としてこれを買って乗っている人の人生をちょっと豊かにさせてくれるような、そういうプラスアルファを持ってる車ですよね。この大きさを活かせるライフスタイルを送っている方であれば、本当にね、いろんな楽しさとか喜びとかを与えてくれる車だと思いました。はい、では燃費の報告です。今回使用でおよそ370キロ走って、リッターあたり 14.2 キロとなりました。これだけの大きい3列シート SUV で車重が2トンを超えていて、この数値っていうのはやはりさすがに最新のディーゼル、すごいですね。そうですね、はい、私は後席にも乗ってみたんですが、全体的に質感がすごく高い、クラスが高い車に乗ってるなって感じもありましたし、あとプラグインハイブリッド、4気筒のエンジンと、モーターリッチな走りが楽しめる、通常はモーターのみで走ってると本当に静かだし、さらにしっとりとした乗り心地になってましたね。はい、ではここでユーティリティチェックです。試乗したクロス D ハイブリッドプレミアムスポーツの2列目がセパレートタイプのキャプテンシートのモデルでチェックしました。まずは3列目に乗ってみたいと思います。ドアを開けていくと、このドアが結構大きく開くんですよね。で、乗り込む時にどうするかというと、この2列目の背もたれにあるレバーを引くと、このようにスライドするんですね。足元が開けます。で、ここから乗り込んでここに行くと、でちなみにこのシートのクッション、3列目アレンジすると水平になるのに結構しっかりストロークもありましたね。で、身長162センチでげんこつ2つで、頭上の方は、この状態でげんこつ1つ分ですね。そして壁面を見ていくと、ここに USB のタイプ C が左右に1つずつあるのと、ドリンクホルダーがあって真ん中が抜けてるので、スマートフォンみたいなものも置きやすいなって思いました。あとはエアコンの吹き出し口もあって、3列目も快適に過ごせそうです。そして2列目のシート、これ6人乗りの仕様で、真ん中には大きなコンソールがあるタイプです。で、これは2列目シートスライドもするんですけど、3列目があの状態だと
3.5 個分ですね。そして頭上はというと、これガラスルーフがついてるんですが、げんこつ 2.5 個分でした。でさらにサンシェードがあるので日差しを防ぐことができたりですとか、あとはここに小物が入るスペースが用意されていたり、仕立てもいいですね。でさらにドリンクホルダーもあります。そしてここにはなんと引き出しがついていて、ちょっとした小物を隠しておくこともできます。でさらに足元にも快適装備がいっぱいです。エアコンの吹き出し口、シートヒーターが3段階、そして涼しいベンチレーションも3段階、さらには USB のタイプ C が2つありました。そしてラゲッジスペースです。これキーをカバンに入れておけばこのような動作で開くことができるハンズフリーオープン採用していました。開口部も結構広くて、3列目起こしている状態だとこんな感じ、床面もフラットで幅も奥行きも結構しっかりありました。そしてこの床下なんですが、これ2列目倒した時に使うトノボード、実は床下にしまえるようになってるんですよ。3列目は50対50の分割可動で、広い荷室としても使えますよね。この SUV の3列目ってどうしても補助席風になりがちなんだけれども、これ座ってみてもすごくしっかりしてて、僕これなら2時間ぐらいいけそうだなと思ったな。もっといけますよ。はい、この後はメーカーの開発担当者の方のお話です。はい、それでは開発を担当された柴田さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。柴田さん、この CX80 なんですけれども、まずちょっと車の狙いから聞かせていただけますか。そうですね、3列を持ったミッドサイズ SUV なんで、しっかり運転も楽しんでいただきたいし、乗員全員の方、2列目3列目の方もしっかり楽しんでいただけるということを目指してます。でラージという車の中では、国内では60に続いた車なんで、しっかり内燃機関で環境負荷を低減をして、かつ、これまで以上にこだわりのあるお客様にも買っていただきたい、そんな位置づけの車です。はい、マツダって本当にこだわった車作りするメーカーじゃないですか。でこの CX80 もいろんなこだわりが詰まってると思うんですけれども、柴田さんとしてはここが一番伝えたいよっていう部分どこですか。そうですね、この車語るところがたくさんあるんですけど、まず走りへのこだわりは、もちろんこのラージが持っている直列6気筒縦置き、そして、プラットフォームのFR ベースとしたこの一体感の走りをしっかり感じていただきたいですし、このサイズですけど、おそらくサイズ感を忘れるような加速感であったりハンドリングを感じていただけるかなと思います。そしてまたこの車室内空間が売りですので、2列目3列目空間の快適性とか座り心地、広さもしっかり取った上で、全体としてのこのデザインの美しさとそれを調和させるような作り方をして、全体のサイズも国内でしっかり使っていただける5メートル以内とかですね、1900以内幅を抑えるという作り方をしているので、そのあたりの走り、それからパッケージ、デザイン、それをいかに両立させて成り立たせるかというところが一番作り手としては知恵の使いどころかなと思いますね。CX60 の時僕はこの番組でも乗って、いや走りはいいんだけどちょっとなんかゴツゴツするよねっていうコメントをした覚えがあるんですけど、今回随分それがマイルドになってました。そうですね、当然車格と重さが違うんで60のものそのままというわけではないんですけども、考え方としてはスプリングをしっかり柔らかくするというのと、ダンパーの減衰力を上げるということで、突き上げに対してのマイルドさ、その後の動きの収束性を高めるということを行ってます。なんかその方向性の改良というのは60にも実は入ったって聞いてるんですけどね。今後しっかり入れていきたいというふうに思ってます。なるほど。で今日乗ってみて思ったのはクイックに動くスポーティーなこだわりとはちょっと違って、乗ってる人の快適性とかもちゃんと考えたこだわりなのかなと感じたんですけれども、乗っていただく方全員がしっかり楽しさを感じていただけるということは大事だと思ってますので、車の動き全体もフラットにして一体感があるような動きを感じていただけるので、決して運転手だけが楽しいということにならないようにはしっかり作り込んでます。この CX80 ってなんかちょっと着る服もこの車に合わせてもうちょっとおしゃれしたいよねとか、
なんかこう一歩踏み出すような、その車がこう後押ししてくれるような感触っていうのを僕は受けるんですけど、車単品でこう見ていただくというよりは、おっしゃったいただいたようにこう生活の中でこう輝いてほしいとか、ちょっとどっかいいところにこう行った時にこう止めてその姿を見てこういいなと思っていただいたりというのを目指してますので、そういう意味ではおっしゃっていただいた通りかなと思います。今日はどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ではここで CX-80 の評価に行きたいと思います。僕の評価はこのようになりました。丸、最もエレガントな3列シート車で、3列シート車って、ミニバンとかも3列シートあるし、中にはちょっと大きめの SUV だと3列シートありますよね。例えばメルセデスの GLS とかアウディの Q7 とか BMW の X7 みたいな車も3列シートの SUV なんですが、僕はねそんな中でもこの CX-80 がこのデザイン最もエレガントなんだろうなと自分では思っています。そのぐらいこの車のデザイン性は本当に優れていますよね。で一方でこれ×なんですけれども、そういう車だからこそまだまだ進化の余地が残っているんだろうなと。フットワークには60と比べるとかなり対処療法としては相当乗り心地よくなりました。ただこのね CX-80 の持っているポテンシャルっていうのを考えると、もっともっとこの足回りの領域でも、世界一を目指してほしいし、目指せるんじゃないかなと思ってます。はい、私は丸なポイント、これは堂々たる風格を感じさせるデザインと走りです。CX-8 と比べていくと、私が感じたのは、この存在感とかクラス感というのは大幅に増した印象でしたし、何よりやはりマツダの強みといえるハイセンスなインテリアと仕立ての良さ、快適装備の充実ぶりは、国内のフラッグシップにふさわしい内容だなと感じました。そしてバッテン、これはさらにふんわりとした乗り心地の仕様があってもいいのかなと。でせっかくそのエンジン車とプラグインハイブリッドがあるというふうに考えたときに、3列シート車だし、同乗者の快適性を格上のクラスにふさわしいゆったり感出てるものの、もっとラグジュアリーな乗り心地があってもいいのかなと思いました。なんか2人ともね結果的に同じようなことを考えてたかもしれないね。そうですね。はい、ということで2人の評価はこのようになりました。Engine for the life. さあ今回まずは CX-80 を取り上げましたが、この3列シート仕様の SUV って実は僕ね結構思い入れがあって、ちょっと話聞いてくれる？ぜひぜひ。子供が2人目生まれた時ステップワゴン初代を買ったのね。であれはあれでとてもいい子育てカーだったんだけれども、ふと気づいたのはこれに試乗会とか仕事を一人で乗っていくの今一つかっこ悪いなと思ったのと、あとは夫婦でちょっとドレスアップをしていいとこレストランとかホテルに行くときにステップワゴンだとちょっと合わないなと思ったんだよね。かといって子供がいるからやっぱりこう3列シート欲しいなとかって考えたときに、僕実は初代のボルボ XC90 を選んだわけ。あれだと一人で乗っててもでカップルで乗っててもでもちろんファミリーで乗っててもそれぞれのシーンですごくぴったりきたっていうね。で僕はそれ以来3列シート SUV をみんなに推してたんだけど、ようやく最近なんかこのジャンルにも火がついてきた感あるよね。マツダも CX-8 が出た時にすごく皆さん飛びついたし、そうした意味では期待のモデルでしたよね、この80も。でやはりこの車作りとして難しいのは、じゃあデザインをかっこよくしようってなると3列シートが狭くなっちゃう。でも3列シートを広くしようと思うとデザインが角張ってきちゃうとか、いろんな両立をしなければいけないところがあるんだけど、この車はその両立がすごく上手にできてるなと思いましたね。しかも縦置きエンジンの FR レイアウトがベースという、もうマツダのこだわり満載の1台ですよね。そうですね。走りといいデザインといい本当にねこだわりが詰まった1台だと思いました。それではまた来週お楽しみに。旬のニューモデルをモータージャーナリストの岡崎五郎と藤島智子が徹底紹介する車総合情報番組、それが車で行こうです。 TVK では毎週日曜夜10時、再放送は毎週土曜朝11時で好評放送中です。また番組のホームページからは過去の見逃し配信や放送内容が簡単に検索できます。皆さんのより良い車ライフにぜひお役立てください。 Engine for the life.